皆さん、久しぶり。春のスタジオポッドキャストからようこそ。私、春です。皆さん、元気にしていると思います。私も元気にしています。今回の動画はアニメについての動画です。皆さんがしている通り、日本にはアニメは結構有名ですね。漫画とかアニメの人形とかコスプレイベントとかも同じなんだけどね。外国にもアニメが好きな人がどんどん増えていると思います。私たちミャンマーにも同じなんだけどね。そこで日本語を勉強しているからアニメを見始めた人とか日本に興味があるから見たい人とかがたくさんいると思います。このアニメについてもちょっと問題がありまして、それはアニメを初めて見る人にとってどんなアニメを初めて見たらいいのかわからないことです。選ぶこともたくさんあるからね。なのでこの人たちのためにこの動画をお作りしました。日本にはめっちゃ面白いアニメとかがたくさんいます。君の名はとか、これが終わったら天気の子、千と千尋の神隠し、ハウルの動く城とかいろいろね。で、今日は皆さんにアニメを初めて見る人にとってどんなアニメがいいのか、どっちが面白いなのかっていうことについて教えます。皆さん、今日もよろしくお願いします。1番目として紹介したいアニメは君の名はっていうアニメです。このアニメは私の初めて見たアニメで大体の皆さんも知っていると思います。日本だけじゃなくて外国でも有名になってアニメを初めて見る人にとって最も良い動画だと思います。この君の名はの主人公、俳優の名前は滝立花っていう東京に住んでいる若い男の子です。女優は田舎に住んでいる三輪宮水で、二人は学生さんたちですね。ある日、この二人の精神が変化しました。それってわかるのかな？滝さんの精神が三輪さんに入って、三輪さんの精神が滝さんに入ったっていう意味です。私ね、この君の名はのポスターを初めて見たときにロマンティックのアニメだと思いました。実はこれだけじゃなくて面白いことがたくさん入ってる。ここでは全部教えないですけどね。じゃあさっきの話に戻ります。この二人の精神が変わったから二人の生活も逆になりました。例えば学校の言い方がわからないとか自分の名前を知らないとか、結構面白いです。でもこの精神は10倍に変えています。例えば今日二人の精神が変化したら明日は元の体に戻る。そういう風ですね。なのでこの二人は本とかで連絡したりとか手で連絡したりとか手で連絡するっていうのはそういう風です。二人の精神が変化しているからね。なんで電話で連絡しないですかって言うとできないからです。なんでできないのか、どうして二人の精神が変化しているのか、この二人は外で会えるのか、それについて知りたいならこの動画を見てみてください。2番目として紹介したいアニメは天気の子です。このアニメもしている方が多いと思います。離島から東京に家出してきた若い男穂高と祈るだけで晴れにできる力を持っているひな、この二人の運命についての動画です。この動画の面白いところはね、さっき私が教えた君の名はの主人公二人はこのアニメにも入っていますよ。で、さっき言った通りひなさんが晴れにできる力を使ってお金を探します。穂高さんと一緒にね。そういえばこのアニメの中の東京はずっと雨が降っている街でした。だからこの彼女の力を使ってお金を探すことができるんですね。例えば晴れてほしい場所で願いをしたらすぐに晴れるので、祭りがいるから晴れてほしい人とか、その人たちからお金を持ってやってあげるっていう意味ですね。だけど動画はそこまでではないです。彼女はこの晴れる力を使えば使うほど体が弱くなった。弱くなったっていうのはそういう風です。
最後にヒナが死ぬか、それとも生き残れるか、二人の運命はどうになるか、なんでそんなことになっているのかを知りたいなら、この天気の子っていうアニメを見てみてほしいです。あと、この君の名はと天気の子には綺麗な景色とかがたくさん入っています。その景色とかはね、実際にも存在しているんですよ。だから、このアニメを見て外にも行けるんだから結構いいと思います。私も行きたいなと思っています。もう一つとして紹介したいアニメは、君の膵臓を食べたいっていうアニメです。このアニメはアニメーションもすごく良くて、とっても面白い動画です。この君の膵臓を食べたいっていうアニメに入ってる春樹は友達もいなくて、図書館で本読んだりとか、学校で勉強したりとかして普通の生活をしている学生さんですね。ある日、春樹さんは病院にいた時に、病院で奇病文っていうタイトルの本を拾いました。偶然にね、このメモの本は春樹のクラスメイト、桜山口の本でした。彼は何とか調べたい気がして、彼女の本を読んだ時に、桜さんには膵臓の病気のせいでもう長くはないということを知りました。それをしているのは春樹と桜二人だけでしたね。家族とも知らなかったんですよ。で、そのことをしている春樹は、桜さんが死ぬまでやりたいことを一緒にやってあげるっていう話ですね。海にいたりとかいろいろね。このおかげで二人はだんだん仲良くになって友達以上の関係になりました。ある日、春樹が会おうと約束したところへ桜さんが来られなかったんです。でも来られなかったのは病気のせいではありませんでした。で、病気のせいじゃなかったらどうして来られなかったのか、それを知りたいならこの君の膵臓を食べたいっていうアニメを見てほしいです。はい、皆さん、今日は私は皆さんのために、君の名は天気の子、君の膵臓を食べたいっていう3つのアニメを紹介しました。他の動画にもたくさんのアニメについてのことをご紹介しますので、ぜひ楽しみにしてください。この動画を最後まで見てくださった皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。